はい、どうもこんにちは。みーちゃんと申します。今日はですね、バナとかぐやを使ってシングルレートに潜ってみようと思います。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーは、ゲンガーとガルーラ、ランド、それからキノガッサ、鉄かぐや、月光がですね、不思議花から出していって、鉄かぐや、ラスイチがちょっと悩むなぁ。ランドか馬車でちょっと悩みますね。非常に悩ましい。ランド、初手ランドでもいいんだけどな。ランドか、馬車で行きましょう。はい、大戦よろしくお願いします。僕の初手は不思議花と。ゲンガーから出してきましたね。微妙だな。こっち特に有効だないしな。困りましたね。そうね。向こうとしてはなんだろう、シャドボが安定するのかな。ちょっとあんまり、鉄かぐやね、そんなに厚く振ってないんで、D 方面は。後出ししたいけど、ちょっと微妙だな。でもまあ、鉄かぐやかな。鉄かぐやに引きます。はい。さあ、鉄かぐや頑張ってくださいなと。さあ、ゲンガーがメガ進化していく。まあ、ヘッドバックとか打ってくれたら一番嬉しいんだけど、シャトボーは打たないよな。催眠？うわ、ス催眠か。最悪だな、これは。ス催眠は最悪。まあ、何にでも入りそうなのからいきますか。10万ボルトマジか。うわー、終わったかもしれん。これきついなー。10万ボルト、はい。いやー、きつい。さあ、どうしましょう。そうだなバシャーモから出すかなんかこの試合負けたくせえな。しょうがない。馬車も出しますか。で、どうしよう。もう守らずそのままフレドラ殴っていこうかな。剣が引っ込め。ランドロスかな。はい。ランドロス。ワンパクランドロスとかだとちょっと困っちゃうんだよな。さあ、フレアドライブ。どれぐらい入るかな。弾なんですよね、僕の。オッケー。いいダメだね。オッケー。さあ、ここですよね。スカーフランドだとちょっと抜けなかったりするんで、一回守るを挟みましょう。あ、ランドここで引っ込め。ゲンガーかな。ここでかぐや。そういう感じ。はい。まあいいや。フレアドライブ打ちまくっていきましょう。玉馬車強いっすからね。ほい。フレアドライブで。耐える感じなのかな。ワンパクあたり採用してたら耐えるのか。はい。耐えませんね。なんか馬車無双になりつつあるぞ、これ。玉馬車強いな、おい。さて、どうしましょう。どっちから入ってくんだろう。ゲンガーから入ってくるわけもないだろうし、ランドからそうですよね。さて、困った。これどうしようかな。エッジでも打つか。反動ダメがちょっとあれなんでね。まあ、弾ダメだけに抑えておきたいというのが正直なところ。さあ、ランドロス引っ込め。まあ、これは想定の範囲内かな。ゲンガーだし、はい。で、まあ、ここでエッジを当ててくれると、OK。素晴らしい。いいんですが、まあ、こんなもんか。まあ。フレアドライブで、とりあえずお役ごめんって感じかな。
さあ、ここでランドロソン再び出して威嚇を巻いてくる。はい。で、3回、フレアドライブ。さあ、どうだ。よしよしよし。とりあえずラウンドが落ちて、馬車も落ちていく。で、まあ、ゲンガー対、マダなんですけど、勝てる見込みがないな、こっから。スサイミンからなんかやられて負けそうだな。きやはて厳しいな。まあ、とりあえずスサイミンは一回かわしてもらってもうそれぐらいしか勝ち目ないんだよな。いやー、最初のスサイミンほんときつかったな。かわせ。よし。そんなもんしょっちゅう当たってたまるかよ。よし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 。まあ、仮にここでスサイミン食らったとしてもだ。どっちが入るのかな。60、威力60か。90ね。半減だったら、まあ似たようなもんか。45の 1.5 倍。まあ似たようなもんっすね。まあヘッドバックでも打つか。催眠術。よし、当たらない。よっ。まあ似たようなもんですね。これはどうなんだろう、微妙だな。スサイミンからのやつを、まあ、2体すれば。よし。スサイミンを使うからそうなるのじゃ。はい、対戦ありがとうございました。よし、勝つことができましたね。危なかった。まあ、バナが活躍したというよりは、バシャーモが活躍しましたね。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーはミミロップ、ギャラドス、カプコケコ、ボーマンダ。うわー、めんどくさい蝶々がいるな。それからジャローダですね。ビビオンか。ビビオンね。まあでも、ビビオン対策には、ビビオン対策難しいな。先制技持ってるやつ俺いないし。ビビオンに好き勝手やられると本当に困っちゃうんですよね。馬車から入ってもいいかな。馬車家具や、馬車家具や、バナとバンギどっちがいいかな。バナでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。おっと、僕の読みは外れて、思いっきり外れましたね。カンプコケコから来ましたね。まあ、コケコがスカーフなのか、タスキなのか、それとも Z なのか、ちょっとわかりませんけど、まあ、とりあえずいや、でもな、安易な守るをして、後ろの、まあ、ギャラドスがいたとして、ギャラドスやボーマンダ出されて、そこから流枚される方がきついんだよな。どっちも考えられるんだよな。いや、でもここはとりあえず守るでいいかな。とりあえず。Z 技打ってくる可能性もあるし。リフレクターわー、やば。これ後ろで待ってくる気満々じゃん。ちょっとまずいっすね、これは。ストーンエッジでも打つか。挑発。はいはい。なるほどね。それと。急所なら環境は硬い。ちょっと待ってよ。挑発、リフレク。まあおそらくトンボ10万ってとこでしょう。多分ね。フェアリー技切ってる可能性あるんだよな。まあリフレク無視のストーンエッジで急所さえ当たれば関係ないだろう。急所。ダメですね。光の壁も張ってくる。うわ、最悪やな。何これ。困ったね。まあでも壁張ってくれたっつうことはだ。
待って待って待って。ここすげえ考えどころだな。いや、馬車をここで失ってもいいのかちょっと考えなくちゃいけないな。まあ、最後ぐらいちょっとフレドラで頑張ってもらうか。落とせはしないと思うけど、どうだろう。落とせたら儲けもの。よし、落とした。まあ、とりあえず壁だけ晴らしたみたいなところですね。で、挑発もここで解けるから、まあ、守るができるんだけど、まあ、壁がっつり張られてますからね。後ろで待ってくることはもうほぼ間違いない。ギャラかマンダでしょう。ほぼ間違いなく。そうだよね。ボーマンダですよね。うわ、色違いすごいな。もうどうせここ後ろに下げたって、一回待ってくることは間違いないんで、まあエッジから入りますよ。あれおお、釣り出しなるほど。おっと、ただの威嚇要因か。さあ、どうすんでしょうかね、ここね。ガンガン速くなっていくんですが、もう一回出してくる恐れもあるしな。ちょっと考えようか。蹴ってもいいかな。はいはい、引っ込めてくるね。はいはい。まあ、それはいいですよ。まあ、そんなに問題ではない。ボーマンダさえどうにかしちゃえば、あとなんとかなるんだよな、実際。ここはもう一回エッジ打ちに行きましょうか。どうせ舞うから。ここでまた下げてくるようなことがあったら、その時また考えればいいし、ここは突っ張って。オッケーオッケー。待ってこない。どうだ羽休め型か。なるほどなるほど。はいはいはい。なるほどね。羽休め型ね。もう一回多分羽休めしてくるから、一回引きます。さあ、鉄かぐやを出して、羽休め。まあ、放射とか文字持ってない方だとすっげえいいんですけどね。で、ここで、てか耳ロップに引いてくる可能性もなきにしもあらず。とりあえず目ざ氷打ってみるか。身代わりはいはいはい。なるほどね。それで、待っていこうっていう、そういう魂胆ですね。はいはいはい。まあ、とりあえず目ざ氷があるんだよ、ということですね。ここで下げてくるかな、あるとしたら。まあ、そしたらまあ、バラに引けばいいし。そんなに大きな問題ではない。まあまあ入るね。まあまあ入りますね。馬車も出してもいいな。死に出しからバナナの方がいいかもしれないな。はい。冷パンかな影分身ちょっと待って待って。それは聞いてない。影分身うそん。いや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 。そういうのはちょっとな、聞いてないな。危ねえ。とにかくちょっと当ててもらわないと。いや、影分身は困るよ。しかもこれメガミミロップになってないんじゃないのねえ。さて、ここ。困ったな。いや、このちょっとフレドラで押すしかないよ、もう。よし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 。危ねえ。まあ、とりあえず馬車はこれでお役御免ということで、まあ、あと多分、鉄かぐやで、メザパ氷で押しまくれるでしょう。はい。よし。こいつがメガなんでしょ
威嚇を入れて、その後、あれ、降参大祭ありがとうございました。まあね、鉄火ゲアの攻略はなかなか難しいよな。大祭ありがとうございました。はい、ということでね、バナとかぐやが強かったというよりも、馬車が無双したというね、2試合でした。はい。でもですね、やっぱりバナと鉄火ゲアの並びってすごく強いと思います。相性補完もね、割といいんじゃないかなと。はい、そんな風に思います。僕はね、鉄火ゲアにメガネ持たせてました。メガネだとやっぱすごいです、威力がね。なかなか使いやすくて僕は鉄火ゲアのメガネ好きです。はい、ということでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。